はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月全体の全体運を見させていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。いつも前半と後半に分けてタロット動画をアップしていたんですけれども、1月ちょっと私旅に出てきますので、1月の後半のものはなしで1ヶ月丸々とさせていただきます。また旅先で2月のものをね撮ろうと思っていますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワールドの逆、ペンタクルズ8、カップ7の逆、女教皇逆、ワンドナイト、そして死神、そしてカップのページ、はい、気をつけることや対策がソード9とワンド5と、オラクルはワンドのキング逆ですね。へー、そうなんですか。星で見るとね、すごく社会運が開かれる時なので、おそらく何かしら環境が変わるとか、なんか世界観が変わるって感じがすごくします。でそれカードでも出てるんですね。で私から見ると、もうこの新しい世界観の始まりとか環境が変わるっていうのはもう絶対大下の皆さんねプラスにしかならないよねと思っているんですけども、カードで見た時にやっぱり不安な気持ちがあるんだなっていうのが出ていました。っていうのが最初に言ったように、やはり入り口がワールドの逆で、なんだか自分がこれまでの自分とは違う世界に足を踏み入れるんだみたいな感じがあったり、そこがなんか最初から私のホームとかじゃなくて、なんかアウェー感を感じるっていうのかな、入っていけるのかなとかやっていけるのかなみたいな、そういう今まで生きてきた環境とかなんだかその周りの人とかとは違うところに行く機会があるのかなって感じがします。なのでそれに対してじゃあ頑張ろうとか、コツコツできることをやろうみたいな感じがあって、すごくやる気あるんですけれども、なんだかこの出来事をきっかけに何か一つ自分の中で保ってきたものとか求めていったものっていうものを一つやめるっていうか終わるっていうふうに出てるんですね。ですから何か期待をして、この新しい世界っていうか新しい環境に対して何か期待していたものに関しては、何かそれを間違った余計な期待みたいなものを手放すことによって、なんかもう少しシンプルに素直に自分の中からこれでいいんだとかこれがいいんだみたいなものが出てくるよっていうふうに言われてるんです。ただなんとなくエネルギー的にはやっぱり頑張らないととか、やっぱりちょっと怖いなみたいな気持ちがあるんだなっていうふうに思ったんですね。ここで対策のところで出ているので。そしてオラクルがやっぱりワンドのキングの逆なので、おそらく大志座の皆さんが自分がやっぱりワンドのキングのようにね、しっかりとした大人な人間としてやっていかなくちゃいけないんだって思ってるんだなっていうのが出ています。もうちょっと見てみましょうか。星で見たところ1月の6日からね、火星が逆行して一旦ちょっと戻るので、これは大下の皆さんにとってはコミュニケーションの活性化という形で出ると思いますよ。ただ1月3日から金星が魚座に入るということで、ちょっとねこの1月って少しだけね内部になりそうな時ではあるんですよね。で特に1月の中旬以降っていうのは物事は流れていってます。状況は流れていってます。だけどなんとなくご自身の気持ちがついていかないとか、無理やり押し上げられたその世界の中でなんとか自分を保たなければならないみたいな気持ちになるのかもしれません。特に19日あたりっていうのは非常にナイーブですし、ナイーブなのと同時に何か新しいテーマが始まるぞみたいなのがあって、この自分の未来に対しての未来像っていうのかな、なんか未来の自分に対しての心配みたいなのがあったり、ちょっと平たく言ってしまうと、本当にこれでやっていけるのか心配みたいなね、未来を描けないみたいな感じの不安感があるかもしれませんが、でもそれ必要で起こってることなんですよね。そこでナイーブになってなんとか自分を鼓舞して頑張って達成するとかではなく、もっと自然な形でちゃんと馴染むようにそこから流れていくんだよって感じがあるんです。なので後半の方が非常になんか流れはスムーズですね。そして特に1月の20日以降っていうのが、これが私の世界なんだとか、こうやってやっていけるんだみたいなのが見えてくるので、おそらく仕事に関しても何かしらの環境の変化として、環境の変化やもしくは新しい環境、今の状況、上司に対して新しい光が入ってくるよっていうのがあるので、これはいい流れですよ、とても。なので何かもしかしたら自分がこだわっていたものとか、
こうしなくちゃダメなんだ、この条件をちゃんとこう叶えられるとこじゃなきゃダメなんだって思っていたけど、いやいけるかもみたいな感じがあるかもしれませんね。ましてやちょっとお休みしたいのかもしれませんね。こうちょっと休憩してしゃがんでからもう一回立ち上がるみたいな感じで少し休憩してもいいんじゃないですか。こう気持ちの切り替えとして、その後必ずやはり節制というカードも出てますし、本当に自分を生かし方、本当の自分の生かし方というか、落ち着く場所とか何か仕事なり役割っていうのはちゃんと出てきてますし、感情面でもちゃんと綺麗に落ち着くので、多少の不安があっても大丈夫だよって感じは言いたいですね。ちょっと今はすごく頭でいろいろ考えてしまってるとか、条件であれこれ条件を選んでいるみたいな感じがありますね。一応全体のメッセージとしてはちょっとなんとなく緊張してるとか、ちゃんと頑張らなきゃっていうなんか見えない出来事に対して、新しい流れに対しての不安感とか緊張感とか構える感じがちょっとあるんですけど、実際にそれ入ってみたら、おそらくこれ1月の19日とか20日以降だと思うんですけど、その環境に入ってみたり馴染んでみたりすると、なんだそんな肩位置張らなくてよかったんだとか、なんだ大丈夫じゃんとか、何かが緊張していたものが終わるんですね。解けるというか、何かが終わる。でそれによって新しい自分の素直な正直なというか、素直なというか、自分が本当に落ち着くべき形に落ち着くような方法や情報や状況っていうのがやってくる。それによって気持ち的にもちょっと落ち着くよっていうのが全体の流れですね。なので気をつけてほしいのは、とにかくそんなにね肩位置を張ったりとかして頑張らなくちゃっていうふうに思わなくてもいいよっていうのがメッセージだと思いました。ちょっとお仕事のこと見てみますね。今仕事運が高まってきてますから、余計にねちょっと仕事のこと見ますね。前の動画でも言いましたけど、やはり大下の皆さんは上半期はお金のこととかね、なんか自分をどう生かすかっていうところにすごく焦点が当たっているので、仕事も考えさせられることが多いんじゃないかと思います。ペンタクルスの5と、スターとソードキングですね。やっぱりあれですよ、本当にピンチはチャンスっていうか、っていう状況だからこそ、そのことがきっかけで良くなるっていうね、物語はまだまだそこで終わりじゃないんで、続きがあるんですっていうような感じがあります。なのでお仕事としても一瞬今の仕事になんか意味を見出せないとかも嫌だなみたいな感じで思うけど、その思った中にその次の状況の中に本当に自分が生かされる、このためだったのみたいなそういったなんか情報や条件っていうのが出てきて、それによってまた自分は頑張るみたいな感じで出てますね。それによってちょっとまた、じゃあそれを頑張るにはこうしてみたいな感じで少し力は入りますが、またねキングで頑張ろうとしてるって感じがあります、仕事はね。なので振り幅が大きいですよねなんか嫌だって思ったからこそ今あることのありがたさが分かるとか、なんかもうこれ本当に嫌なんだよって思いながらも、でもこれはめちゃくちゃいいんだよっていうものがあるとか、そういう意味でなんか仕事に対しての振り幅がすごく大きいなって感じがします。それだけ移動が多かったり、なんか状況の変化っていうのがお仕事を通して多いのかもしれないです。もしくはその移動とか状況が変わらないという方にとっても、何か自分が携わってやっているこの仕事に対して、もう自分はここに情熱を注げないと思ったけれども、やっぱりでもこれはすごい自分にとっての得意なことかもしれないみたいな、そういうのが見えてきたりとかするっていう感じですね。ちょっと人間関係見てみましょう。なんかもう考えたくないんだって感じもありますけどね、ちょっと全体的にね。人間関係はまた出ましたね。カップのページを節制、また出ましたね。カップの6ということで、人間関係は救われますね。なんかこの仕事とか役割とかそういうのではなく、人との関係においてはちょっと緩まる感じがします。そして自分ももっとなんかできないとこ見せてもいいんだとか、もっと自分の素直な感情を出してもいいんだって感じがあります。でこれはなんか誰かと関わることによって自分の素直な感情が温められるっていう感じもありますし、またここでサティスファクションということで、これなんか昔から知っている人だと思うんですよね。そういう昔の知り合いとまた仲良くする機会があるとか、何かなんか関わるきっかけがあるような気がしますね。それによってまた気持ちも和むし、ちょっと緊張していた出来事に関してもそれで緩まるなって感じがあります。でじゃあここからどういう関係作っていくんですかって言った時に、やっぱり
また節制っていうカードが出てるので、人間関係においてはすでにあるここまで築いてきたいい関係っていうのも引き続きとてもそれは磨かれるし、なんか関係性においてやっぱ癒されるなっていう感じがありますね。だから人間関係のストレスっていうのはあんまりないです。むしろストレス緩和される、癒されるみたいな感じがあります。ちょっと恋愛運だけの動画はちょっと今回撮れないので、ちょっと恋愛のこともちょっと見ときますね。ペンタクスの4、ソードの444、ペンタクスのナイトということで、安定してますね。恋愛に関しては安定してます。この関係はなくしたくないんだって思いとか、ただ動きがあんまり少ないです。こう急激に盛り上がるとか、急激に何か事件が起こるとか、そういうこともなさそうで、よく言うと安定、悪く言うとマンネルみたいな形で、何か刺激が少なく固定した形でこのまま続いていくっていう感じがします。そして動かすにはちょっとゆっくり温めていかなければ動きは遅いぞっていう感じですね。なので今この状況の中で相手のことをありがたく思うとか、そういうのは全然いいですね。関係性が急激に何か摩擦が起きたりとか盛り上がったっていう感じではないです。安定しているっていう感じですね。はい、そんな感じで大丈夫でしょうか。ちょっと最後にもう一枚カードを引いてみます。でも緩めてくださいって感じがありますのでね、無理に自分がこういう人でならなければならないと思っていた思いっていうのは多分途中でね手放すんだと思うんですね。それによってすごく楽になりますよ。はい、このカードが出ましたが、何か感じることがあれば皆さんもご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。希望もあるし、とにかく楽観的にいきましょうって感じですね。新しい始まりが待ってるよみたいな、楽観的にそれを受け止めてねっていう感じ、緩めていいよって感じですね。はい、ということでここまでにしておきます。今回もありがとうございました。また次回は1月末までに2月のものをアップしていきたいと思います。ということでぜひリラックスして緩んでお過ごしください。ありがとうございます。失礼します。